はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん家でお酒のおつまみはどんなものを食べていますか？自分は口が寂しくなると乾き物を食べることが多いです。家に常備してあるつまみといえばビーフジャーキーです。今日は豚を使ってジャーキーを作ります。それでは早速やっていきましょう。今日用意したのはこちらの豚のヒレ肉です。ヒレ肉とは背中の肉であるロースの内側に左右1本ずつついています。特に牛のヒレ肉はステーキなどでも高級部位として有名ですね。ヒレ、フィレ、テンダーロインと呼ばれます。関西だとヒレではなくヘレと呼んだりします。肉のややこしいところで地域で呼び方が違う部位があるとやり取りが難しい時がありますね。見るからに脂肪が少なく赤身がメインのさっぱり系のお肉です。あまり動かない部位なので肉質も柔らかくキメが細かいです。今日はこの豚のヒレ肉を使ってポークジャーキーを作ります。以前ビーフジャーキーを作りましたがポークジャーキーは初めてです。ビーフジャーキーは馴染みがありますがポークジャーキーってまだまだマイナーですよね。調べてみると実はたくさんの商品があります。ジャーキーとは肉を干した保存食のことです。英語のジャーキーは南米の先住民の言語の一つケチュア語が変化したと言われています。これはケチュア語で干し肉を意味します。ケチュア族は主に豚肉を細切りにし天日に干して保存したそうです。その後ラテンアメリカのスペイン語でチャルクイとなり19世紀後半に英語となった時に英語風のジャーキーという綴りとなったと言われています。まずはヒレを均等な薄さにカットします。ここで厚さが揃っていないとこの後の乾燥の作業で乾きに差が出ます。次に肉をマリネするように調味料を作ります。ボウルに醤油、ウスターソース、ブラウンシュガー、シラチャーソース、ごま油、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、ブラックペッパー、塩を加えてよく混ぜ合わせます。ジップ式のビニール袋を用意して袋の中にカットした肉を入れます。そこに先ほど作った調味液を注ぎ入れよく揉みます。この状態でしっかりと封をして冷蔵庫で一晩置きます。冷蔵庫から取り出すとこんな感じです。周りの余分な水分をキッチンペーパーなどで拭き取ります。水気が多すぎると乾燥に時間がかかります。次に水気を切った肉をフードドライヤーの網に隙間を空けながら並べます。今回はフードドライヤーを使って70度で乾燥させます。ジャーキーを作る方法は他にもグリルやオーブンを使う方法もあります。しっかりと調理されていないと食中毒の危険性などもあるので注意しましょう。それでは電源を入れて乾燥させていきましょう。乾燥が終わったので電源を切ります。肉を取り出すとカチカチです。肉を裂いてみて白い繊維が出るくらい乾燥できていれば完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はメキシコのアジェンデザ・デッドビールのブラウンエールを飲んでみましょう。なんといってもこのビールのラベルのデザインがかっこいいですよね。メキシコの伝統行事死者の日をイメージして作られています。ブラウンエールとはローストされた麦芽などを使用したモルトの風味が濃いエール系のビールです。名前の通り色は茶色で香りは熟した果物や焦げたキャラメルのような濃い香りです。口に含むと苦味は少なくモルトの甘みとコクが口いっぱいに広がります。ジャーキーを食べながらゆっくり飲むのにぴったりな一本ですね。それではポークジャーキー食べてみましょう。しっかりとポークジャーキーが完成しています。醤油ベースの味付けでブラックペッパーの刺激的な辛さが全体を引き締めています。ヒレは脂肪が少なくよく言えばさっぱりとしていて人によってはさっぱりしすぎて物足りなく感じる人もいると思います。今回に関してはヒレが正解ですね。乾燥して硬くなっていますが元々の肉が柔らかいので硬くなりすぎていません。味がしっかりと染みていて噛むごとに豚の旨味と漬け込んだ調味液の味わいが口に染み出ます。噛むごとに色々な味が出てくるのも面白いですね。何口か噛むとシラチャーソースのピリッとした辛さが後を追ってきます。少量入れたごま油の風味もいい仕事をしています。市販のジャーキーを超えているかもしれません。これをつまみにドラマや映画をのんびり家で見たいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。
ポークジャーキーいかがでしたか？これ一度作ると市販のジャーキーに戻れなそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。